16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は首の後ろが痛い後頭神経痛についてお話をしていきたいと思います。首の後ろが痛い方って結構多いんですよね。はい、どうですか、首の後ろ。私も首の後ろというか耳の後ろのなんか頭痛みたいなのが起こります。起こります。耳の後ろっていうの今日のキーワードなんです。はい、この後頭神経痛結構ですね、首から連続的に頭が痛いということで、整形外科にも患者様がよく来る病態なんですね。はい、今日はこれを詳しく説明していきたいと思います。後頭神経痛は末梢神経の痛みです。要は脳の痛みとはちょっと違いますので、脳から出た脊髄以下末梢神経の痛みっていうところをまず理解してください。これにはね3つあるんです。大後頭神経痛、小後頭神経痛、そして大耳介っていうんですけれども、はい、後頭骨の後頭ですので頭の後ろの方だな、それの大きいのと小さいの、そして今度は耳介ですから耳のあたりだなという予測がつきますよね。はい、じゃあ実際にこれ絵にしてみました。この神経は両側にあるんですけど、今一旦右だけ描いてみました。はい、一番頭の中央に近いところにある大きな神経、これ大後頭神経です。首の後ろ側、右側にも左側にも同様にありますよ。はい、で、2番目が小後頭神経、3番目が耳の近くにある大耳介神経。なんとなくどこの場所にあるかわかるじゃないですか。よく患者様が頭が痛い時にこういう風に痛いっていう言い方をされるんですけど、まさにその通り、神経の通り道に沿って痛いっていうことが起こるんですよ。実際にどのあたりがいつも痛いのかちょっと教えてもらえますか。左側ね、左側のじゃあ耳の後ろですから大耳介神経の可能性がどうもありそうです。はい、ありがとうございます。これ横向きから見てほしいんですけれども、耳の下にあるのが大耳介神経、耳よりも上で耳の近くに走っているのが小後頭神経、もっと頭の上に近いところ、真ん中の方で上まで上がっているような神経だと大後頭神経の可能性があるんですね。で、重要なことはですね、こう分けていただくとお顔の前には痛みが出ないんです。これ特徴なんですよ。顔の前と後ろを分けた時に後ろに感じるのが後頭神経なんです。もし前が痛い、例えば目の周りが痛いとか顔面が痛いとか頭の頭皮この辺がおでこあたりがピリピリ痛いとか顎の付近が痛いとかいう場合には別の神経痛なんです。三叉神経、眼神経、顎神経、こういった、別の神経、後頭神経痛というのはお顔の後ろ半分にあるんだっていうことを特徴として覚えておいてください。だいたい場所分かりましたよね。はい、よくわかりました。はい、この場所とっても後頭神経痛を理解するためには大事なことなんです。はい、そしてなぜこれがよく感じる方が多いかっていうと、筋調整頭痛とか肩こり、首こり、これらの病態とよく合併一緒に起こることが多い、関連性がある痛みなんですね。肩こりなんていうのは日本人の女性の第1位、男性の第2位と言われるぐらいポピュラーな国民病ですよね。ですので肩こり、首こりと関連ある後頭神経痛も皆さんにはよく起こる可能性がある病態なんだというふうにご理解ください。どうも後頭神経痛がありそうなんですけど、痛みってどんな感じですか？いつもピリピリズキズキ
チクチクといった鋭い痛みがあります。結構なんかきつい痛みですね。いつもここの辺りが痛むんです。同じ場所が痛いんですね。片側が痛いんですね。片側ですね。わかりました。今のお話は患者様からもよく聞く特徴なんです。この後頭神経痛は結構いくつかの特徴がございます。その特徴についてお話をします。この特徴を聞いて自分の後頭部の痛みによく似てるなと思う方は、もしかするとこの後頭神経痛の可能性もあります。肩こりや首こりなども同時に起こるんであれば、後頭神経痛の可能性はさらに上がると思います。はい、こちらご覧ください。まずこの後頭神経痛、今のように右側、左側、片側に起こる人もいるんですが、同時に両方が痛くなっちゃう人もいるんですよ。だから両方だから違うとは思わないでくださいね。はい、そしてこの神経の走行に沿って痛みが出ることが多いです。後頭部からこのように痛かったり、耳の後ろが痛かったり、耳よりか前が痛かったり、この場所っていうところが痛くなることがあります。はい、それから、時間にすると数秒から数分チクチクチクと痛くなるんですが、そんなに1時間2時間続くことはないんです。その感じですか？はい、1分ぐらい1分ぐらい続くかなっていう感じですね。はい、また先ほどお話しいただいたように、激痛とか針が刺すように痛いとか、グリグリえぐられるように痛いとか、チクチクピリピリ痛いみたいなことが起こります。また頭皮や頭髪への刺激、例えばですよ、櫛で髪の毛を解くみたいなことをちょっと強めにやっちゃうと、止血があるときは響いてより症状が悪くなることもあるんです。注意してください。そして最後にもう一つの特徴はブロック注射といって、私たちもやるんですが、この神経痛の出どころのところに局所麻酔と炎症を止めるお薬をブロック注射といって注射を行うと、結構これがよく効くんですよ。なのでどうしても我慢のできない後頭神経痛を疑う場合には、整形外科やペインクリニックに行ってこのブロック注射をしていただくと楽になる可能性があります。この後頭神経痛なんですけれども、原因はですね、この後頭神経が何らかの別の病態によって刺激されると起こるんですよ。機械的な刺激が多いんですけれども、例えば怪我、むち打ちを思い浮かべてください。交通事故で首がバーンとなって、後頭神経に何らかの刺激がいくことによって後頭神経痛が起こってしまうことがあるんです。また、首の手術など外科的な処置などでそこに触れるとか、全く別の感染症、ヘルペスってご存知ですか？いや、わかんないです。はい、帯状疱疹といってウイルスが、神経の中に存在することによって、それが刺激となって痛みが起こるヘルペスという感染症があるんですが、そこから大後頭神経痛起こることがあります。はい、また整形外科の領域なんですが、関節リウマチや変形性頸椎症といった首自体に何か病気、首がグラグラしたり変形して形が変わって神経に刺激を与えてしまうようなことが起こると、この大後頭神経痛になることもあるんです。さまざまな原因から起こるので、ただ単に、頭の後ろが痛いということで我慢をしたりせずに、しっかりと整形外科、神経内科で、診断をしていただくってことも重要になります。なんか以前にお父様が非常に強い頭痛があったっていうことですが、どんな頭痛だったんですかね？はい、なんかその後頭部をバットで殴られたような強い痛みがあったようなんですね。後頭部バットで殴られる、ガーンっていう感じですね。そうですね。その後大事には至らなかったんですか？は大丈夫そうなんですけど、これは何かに言ったらいいですか？この場合はですね、決して後頭神経とはちょっと違う脳の問題を考えなければいけません。ガーンと殴られるような痛み、
これはあまり後頭神経痛の特徴ではないんですね。このような場合は脳外科や神経内科によって、この画像検査 MRI とか CT を取ることでしっかりと脳の病気を、鑑別しなければいけません。時には脳卒中や、くも膜下出血などという病気が、背景にある可能性も否定できません。ぜひそのあたりも含めて後頭神経痛の特徴をきちっと知ることである程度ご自分でも鑑別できると思うし、それ以上に頻回に起こるとすればやはりしっかりと専門の科にかかることが重要です。ではいよいよこの首の後ろが痛い後頭神経痛の方の治療についてお話をしたいと思います。ほとんどが薬物治療といってお薬の治療が中心となってきますが、後でもう一つ重要なポイント、コツについてもお話したいと思います。まず薬物療法から見ていきましょう。5つの種類の薬を挙げてみました。まず消炎鎮痛剤、これ痛み止めですね。ロキソニンとかボルタレンって聞いたことありますか？よく聞いたことあります。ロキソニンは結構コマーシャルでも、宣伝しているので耳覚えあるかもしれませんが、たくさんの種類の消炎鎮痛剤あるんですが、こういったものはまずは第一選択でまず使ってみる可能性が高いです。次に末梢神経の改善薬、ビタミン B とか E を使うことが多いんですが、メチコバールとかビタメジンといったお薬になります。次に後頭神経痛、筋肉の締め付けによって起こることが多いので、筋肉の緊張を取ってあげればいい筋弛緩薬っていうものを使います。テルネリンとかミオナールっていうお薬があります。はい、次にこの後頭神経痛が起こってくるとですね、どうしても不安になってしまう。不安がより痛みを強くするっていうことがあるので、不安を取り除くために抗不安薬を使うこともあるんです。デパスとかリーゼといった薬があります。最後に神経痛そのものがどんどんひどくなると、頭がこの痛みを強固に覚えてしまって、いつも痛みから逃れることができなくなってしまう。この神経痛そのものの改善薬として最近リリカとかサインバルダってお薬があるんですね。お薬の名前を、特別知ることは必要ではないんですが、専門の科、整形外科や脳外科や神経内科にかかった時にこのようなお薬を処方される可能性があるんだということは頭の隅に置いておいてもよろしいかと思います。また薬物療法と併用一緒に、もしくは、薬物療法が効かない時に行う治療としてブロック注射、先ほどご説明した後頭部に、注射を打つという治療もあります。こちらはペインクリニックなどでも行っております。最後に当たり前のことなんですけど、とっても重要なのがストレスを解消すること。ストレスがあると痛みをより強く感じますので、ぜひストレス解消をすることも重要です。ストレス解消ちゃんとしてますか？はい、大好きなゲームをやったりしています。ゲームをするときにうつむいてたら首の緊張強くなっちゃいますから、良い姿勢で首枕をしてゲームしていただけたらと思います。はい、ストレス解消はとても重要です。最後にもう一つ覚えておいてほしいんですね。この後頭神経痛がもし朝起きた時から起こるとしたら、その原因は枕にあるかもしれません。はい、なぜなら柔らかい枕に寝ると首がグラグラしますよね。このぐらつきだけでも後頭神経を挟んでしまって痛みが出ることがあるんです。後頭部が痛い、耳の後ろが痛い、耳の前が痛い、こんなことが、朝起きると途端に起こってしまっているとすれば、あなたの枕が体に合っていない可能性が高いと思います。ぜひ枕の高さを適切に自分の一人一人の体格に合わせること、そして表面は平らでフラットで凹凸がないこと、このように寝返りがスムーズにしやすいこと、
このように適切に枕を整えていただくと朝の痛みが改善する可能性が十分ありますので、これも含めて試してみてください。今回は後頭神経痛についてその原因から治療まで詳しく解説してきました。後頭神経痛の方大変多いので、このビデオを参考に一日も早く改善することをお祈りしています。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。